ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。まず最初に、最も厳しい査定をしても、ロシア軍が失った戦車の数が2000両以上になったというニュースを最初に取り上げていこうと思います。その他今回取り上げる話題については地図上にある程度まとめました。今日取り上げる話題は主に5つ。まず最初に、先ほども述べた、ロシア軍が失った戦車の数がどれだけなのか。そして2つ目は、ウクライナ側に立って戦うロシア人義勇兵部隊の活動、ベルゴロド州に対する2度目の襲撃。そして3つ目が、クリミア大橋を越えたグラスノダール州における石油関連施設の炎上。これも以前から繰り返されている攻撃。4つ目がドイツとロシアにおける外交戦の展開。本格的な侵攻が始まる前であれば、ドイツ・ロシアの関係は非常に良好で、現在とは全く異なるものでした。そして最後にアメリカの支援。ロシア軍によるミサイル攻撃に対抗するために、アメリカが対空戦車ゲパルトをヨルダンから調達するのではないかといったニュースが入っています。それでは早速最初のロシアが失った戦車の数について。ロシアは侵攻後15ヶ月で少なくとも戦車2001両を失う。戦争中の兵器類の損失を集計する団体オリックスによると、ロシア軍とその同盟軍は、ウクライナ侵攻後の15ヶ月間で少なくとも2001両の戦車を失ったという。ここで同盟軍とついていますが、ロシアが編入を宣言する前のドネツク人民共和国であるとか、傭兵部隊のワグネルなどの正規軍以外の部隊についても集計に組み入れているものです。これは、ロシア軍がウクライナ侵攻前に保有していた現役戦車の3分の2に相当する。ロシア軍にとってさらに悪いことに、集計にはオリックスのメンバーがソーシャルメディア上で視認できる戦車だけが含まれる。言い換えると、これは少なく見積もられた数字だ。視認できる情報というのは、インターネット上で公開された写真や動画などを元にして、類似したものがないか、使い回しがないか、そして捏造されたものが紛れ込んでいないかなどを精査した上での集計です。また余談ですが、アメリカのシンクタンク戦略国際問題研究所は、ロシア軍が失った戦車は2023年4月末時点で最大値で3500両は失っただろうと報告しています。ですから、写真や動画がなくてもきっとこの戦いにおいてこれだけの損失は出ているだろうと見積もった場合においては、もっともっとロシア軍の損失は多いと考えられるわけです。つまり、1年3ヶ月にわたる激戦で、ロシア軍は現役戦車の大半を失ったということになる。もちろん、それらはロシア軍にとって使用できる最高の戦車であり、あるいはそうだった。T90 や T72B3、T80BV などだ。ロシアの産業界は月に数十両しか戦車を生産できない。そのため、現在ある戦車の大半は戦前に長期保存でくすぶっていたものだ。ウクライナ侵攻前のロシアには、おそらく古い戦車1万両が保管されていた。その多くはとっくに錆びていた。1万両のうち何両が修復可能なのか、誰もはっきりと知らない。半分か、それとも3分の1か。いずれにせよロシア軍は、1958年製の T55、ロシア東部の第1295中央戦車修理保管基地から引っ張り出して、すぐにウクライナ戦線に送ることはできない。たとえ800馬力のディーゼルエンジンは無傷だったとしても、オーバーホールが必要だ。また、現代的な無線装置や機関銃、そして乗員4人が幸運であれば、昼夜対応の照準装置が搭載されるだろう。ロシアの産業界は、高品質の光学機器の生産で悪戦苦闘している。良いボールベアリング、そして最新の照準装置の不足は、戦車の生産や古い戦車の改良を妨げる大きなボトルネックとなっている。ウクライナの戦車の損失がロシアと異なる点は、国内に大量の予備があり、またいくつかの外部供給源からも大体の戦車を調達できることだ。ウクライナを支援する国々は800両近くの供与を約束した。15ヶ月で失った戦車を補い、同時に新設されたいくつかの旅団に配備するのに十分な数だ。ウクライナの代替戦車の大半は旧ソ連で開発された T72。これは主に東ヨーロッパの国々からウクライナへと送られた戦車のことです。だが、100両以上はドイツ製のレオパルト1であり、85両は新型のレオパルト2だ。イギリスは14両のチャレンジャー2を供与した。アメリカは31両の M1A1 エイブラムスを準備中だ。重要なのは、
ウクライナは失った戦車を補充できるだけでなく、代替としてより良い戦車を入手できるということだ。ロシアができることといえば、せいぜい大量の T62 や T55 の錆を落としながら、T90 や T72B3 をわずかながら生産することだろう。ロシアの戦車部隊は後退しており、同時にウクライナの戦車部隊は前進している。そして、この際は双方の損失が大きくなるにつれて、さらに拡大するかもしれない。ロシアはソ連時代に製造された錆びついた戦車を再整備して戦場へと投入しています。同じようなことはウクライナでも行われているのですが、ウクライナは各国からの支援を受けつつ、国産の戦車についても製造に着手する余裕が出てきました。ウクライナの国産戦車は T84 の改良型で、オプロートという名前で呼ばれています。ウクライナの場合は、ロシアと違って制裁などは受けていませんから、ロシアが調達に苦労している照準装置や暗視装置といったものは、欧米から高品質のものを入手することができます。ウクライナ、ロシアはそれぞれソ連の流れを組む戦車を作っているわけですが、組み付ける部品によっては、夜間戦闘力や正面から撃ち合った場合における照準精度などに差が出てくるものなのです。次に、ロシア人義勇部隊が再びベルゴロド州へと侵入しています。今回の攻撃ポイントはシェベキノという町で、以前攻撃されたにもかかわらず、ロシア側はまたしても防備が非常に薄かったようです。ロシア人義勇部隊はまず最初に戦果報告として、ロシア軍の TS4 チュリパン、240mm 口径自走迫撃砲を撃破したという映像を公開しました。自走迫撃砲ですから本来であれば盾となるような別部隊が前にいるはずなのですが、そのような部隊もなくいきなり自走迫撃砲を撃破できたというのですから、ロシア軍の守りがいかに脆弱であったかを表しています。そして侵入した部隊は行政庁舎や警察署、そして軍関係の施設などにも攻撃を行って、一部工場などでは火災が発生しているようです。地元知事はこれらの攻撃はすでに撃退したと報告していますが、実際にそうなのかはちょっと疑わしいところです。なお、こうした攻撃に関してはアメリカやドイツが見解を発表しています。まず第一に、ウクライナがロシアから侵略されて以上、その反撃としてロシア領に対する攻撃を行うことに関しては、その権利があると認めています。ただしそこには注文付きで、アメリカもドイツも供与した兵器を使ってのロシア領への攻撃は行わないでほしいという話をしています。あくまでも兵器を供与するのは、ウクライナが自国領を守るためのものであり、その領土を奪還するために使うのであればよいが、ロシア領への攻撃には使わないでほしいというのが彼らの見解です。逆に言えばこれらの点を守りさえすれば、防御が手薄なロシア領への攻撃は引き続き行われることでしょう。そして実際問題、ロシア側は未だに防備を固めていないようですから、引き続きこのようなゲリラ的な攻撃は繰り返し行われることでしょう。防備が固くなればおそらく攻撃も沈静化することでしょう。このあたりは硬いところを攻めるのではなく、常に弱いところを探して攻撃するゲリラ戦法の常套手段だと言えます。そして次の話題。ロシア軍の兵站を切るためには、その後方地を攻撃しなければなりません。クリミア半島の橋を越えた先、ロシア本国領におけるクロスノダール州、石油関連施設、以前も攻撃をしたのですが、今回もまた攻撃が報告されています。このあたりの攻撃はかなり石油関連施設に対する攻撃を集中的に行っています。ロシアは産油国ですが、だからといって出てきた原油をそのままでは使えません。必ず生成しなければなりませんし、また燃料の形にしてもどこかに貯蔵しなければ前線へ届けることはできません。このあたりを滞らせるためにも攻撃を繰り返し行っているのでしょう。そして同じような場所が繰り返し攻撃できているということは、ロシア側もまたこのあたり守備を固められていないのが現状のようです。そして戦いはロシア・ウクライナとの間だけで行われているわけではありません。ドイツ・ロシア間における外交戦についても取り上げましょう。ドイツ、ロシアに領事館閉鎖要求、外交官制限で応酬。ドイツ外務省は31日、ドイツにある5つのロシア総領事館のうち4つの設置許可を取り消し、ロシアに閉鎖するよう要求したと明らかにした。ロシアが同国内に駐在するドイツの外交官ら政府関係者の人数を制限したことへの対抗措置。ロシアによるウクライナ侵攻後に関係が悪化した両国の緊張が一層高まるとみられる。今年末からベルリンのロシア大使館と一つの総領事館だけ業務を認める。報道官は
このような事態を招いたのはロシア側だと非難した報道官によると、ロシア政府は同国内にあるドイツの大使館や文化機関などで働く人数を350人に制限。この措置を受け、ドイツ政府はロシアのエカテリンブルクなどにある3つの総領事館の閉鎖を決め、モスクワの大使館とサンクトペテルブルクの総領事館だけ業務を続ける予定だという。ドイツは天然ガスの輸入をロシアに頼るなど、両国は協力関係を築いてきたが、ウクライナ侵攻後は緊張が高まり、外交官の国外追放を互いに繰り返している。大使館の関係者の人数を制限する。これに伴ってその制限数以上の人数を国に帰らさなければならない。このような措置を最初に行ったのはロシアで、その報復措置としてドイツもドイツ国内にいる大使館関係者らの数を制限したというわけです。ただここで一つ面白いのは、ドイツ国内にロシア大使館関係者らの数なのですが、基本的には非常に多く、それらの数が多い理由というのが、いわゆる西側におけるスパイ活動の拠点としてドイツを使っていたのではないかと言われています。もともとは長い間、メルケル政権とプーチン政権の間には蜜月関係があったことから、ドイツを拠点としてロシア関係者が自由に活動できる場というものがドイツ国内で育成され続けてきたようなのです。しかし、現在は政権が変わって、両国の関係も変化しました。ドイツも厳しい措置を取りやすくなったと言えます。少なくとも最初に先制パンチを食らわしたのがロシア側の方なのですから、これに応酬する形でドイツが同様の措置を取るというのは基本的にはやりやすかったことでしょう。しかし、ロシアとしては、このようなことを続ければ当然のようにドイツの反感を買うわけですから、基本的には先々まで続く外交的な失敗となるでしょう。何しろ、EU 各国におけるウクライナへの支援というのはなんだかんだ言って、ドイツが上位にありますから、ロシアにもっと気を使えと恫喝したところで、かえって反発を招くだけですから、今回のやり口というのはあまりにも失敗だったと言えるでしょう。なお、ドイツにおけるウクライナ支援の状況なのですが、長射程ミサイルの供与についてはまだ議論が進められているところで、ちょっと話はまとまってはいません。しかし、すでに話がまとまっている部分、例えば、レオパルト1の再製品をどんどんとウクライナへ送ろうという動きについては、メーカーが非常に尽力していて、予定よりももっと早くまとまった数をウクライナに送れるだろうというニュースが流れていました。かなり勤勉なドイツ人労働者の特性というものが発揮されたのかもしれません。そして最後の話題は、アメリカの支援についてです。ロシアによるウクライナに対する長射程ミサイルの攻撃といったものは、繰り返し行われています。大型のミサイルであればこれを迎撃するには基本的にはコスト的には見合うのですが、実際には大型のミサイルだけではなく、もっともっと安い価格の突撃型ドローンなども多用されており、これらを撃ち落とすのにミサイルを使うのはかなりコスト的にも見合わないものです。ですからそのような突撃型ドローンに対抗するためには、対空機関砲を使って撃ち落とすのが最も効率的なやり方です。現在のところウクライナに対しては、ドイツから対空戦車ゲパルトが供与されており、ゲパルトによるドローン撃墜といったものは今のところ好調なようです。ですから、アメリカとしてはミサイルを供与するのはやはり製造能力や金額面での問題も大きいことから、なんとか同じような兵器をといったところで世界中を探し回ってゲパルトを買い付けて、これを供与する算段を取り付けているという話があるようです。ニュースにおいては、ヨルダンからアメリカが買い付けを行って、ウクライナに供与する話が進んでいるそうです。ただし、これは決定校ではなく、きっとそうなるだろうといった話なので、まだ現状では確定しているわけではありません。しかし、現実問題として大量生産できるわけではない迎撃ミサイルをいつまでも撃ち続けるというわけにもいかないので、対空機関砲でなんとか守りきる、そのようなコストを意識した戦いといったものも手立てを取らなければなりません。なお、日本のことを考えた場合においては、同じようにミサイルで全部撃ち落とすといったものは難しいものですし、だからといって機関砲をどんどんと増やすといったことも、これもまた難しいものです。技術的な開発を進めるという意味においては、少なくとも対空レーザー砲の開発を進めるのが最も良いでしょう。レーザー兵器の開発であれば、現在のところアメリカ、イスラエルが最も先行しているグループなわけですが、日本も決してこの技術がないわけではありません。
最近では三菱が小型ドローン程度であれば撃墜できるよといったレーザー兵器などを公開しており、開発を進めていけばもっと大型のドローンを撃ち落としたり、ミサイル撃墜といったものも視野に入れて開発を進めることができるでしょう。特に守りの面で言えば、固定施設に強力なレーザー兵器を持つというのは対空防御上においては非常に有効なことですから、ウクライナの戦場の様子を見て何を開発しなければならないかといったことも日本にとっては学び止まとなるでしょう。というわけで今回はロシアがウクライナに侵攻することによって多くの戦車が失われています。しかし失われた戦車を補充するだけの古い戦車もまたソ連時代に製造されており、今はそれらを再生しながら前線へと当てがっているところです。ウクライナも同様に激しい戦闘の中で戦車を失っているわけですが、それらを埋め合わす形でどんどんと戦車も供与されており、補充される戦車の質という面においてはウクライナ側の方が良い条件が整っています。あとは各国の支援疲れによってこの支援がどこまで持ちこたえることができるか、それがまたウクライナにとってのこれからの外交の悩みだと言えます。ウクライナに対する支援がまとまって続いているうちになんとか戦況を打開し、ロシア軍を打ち破ってほしいものです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。